風インバーター。ソーラーサブバッテリーをしましょう。キャンピングカーになるのよこれ。最下位発見でいかねえ。ほんならシャワー室とトイレもつまにゃいけんよ。着替え用のみたいなあれも一応こう取るっていう。トイレはなラップポンっていうやつがええらしいよ。箱みたいな。いやじゃあね、一応まあキャンピングカーのトイレ室とかにも積むやつなんだけど、水洗とかじゃねえんだけど、赤ちゃんのおむつ捨てるやつあるが、あんな感じになっとって、そう電動でそれがビューンってなって圧着されてビニールが溶けて、じゃけもう匂いもなんもせんよ。で一回一回。そう一回一回粉を入れて使うんだけど、ほんならもう固まるけ、それええらしいよ。何万円かすんだけど、それはトイレがな。この前便座買うたら3万なんもん。全然キャンパーではねえんじゃけどなんかあった方が便利なの。はい、皆さんこんにちは。 K さんが私のソーラー&サブバッテリーシステムを見て、こっちにもやってくれっていうので、その時の動画です。フロントパネルとかテールとか準備する前の撮影です。バッテリー、新品持ってきた。こっちに新品入れて、こっちはサブにして。やってねえんかよ。え？俺取らねえけど。いや、こんなん。ちょっと乗らなすぎてバッテリー上がったそうです。とりあえず充電したけど、メインバッテリーを新品にして、古いバッテリーをサブバッテリーに使うことにします。これ底が抜けてねえけ、ゴミたまるよな。たまるな。まあいいか。これで落ちるんだ。ソーラーパネルを置いてみました。1枚では 24V まで達しないので、2枚直列につなぎます。隣のパネルとケーブルをつなぐのにフレームに穴を開けていきます。これ下から穴開けてナッターでもそっかな。これはソーラーチャージコントローラーと言います。決線はそんなに難しくはありません。乗らなすぎてバッテリーが上がったことがあるので、ソーラーパネルはメインバッテリーにつなぐことにします。ハフインバーター。パーツが1個足りんで。サブバッテリーには走行充電器をつけます。オルタネーターが発電した電気はメインバッテリーから優先的に充電され、メインバッテリーが満充電になったらサブバッテリーに送られます。ここにメインとサブの電圧が出るけ。メインとサブのバッテリーのプラス線をそれぞれつなぐだけです。
ソーラーからの線はグロメットとコーキングで防水保護しました。またこんな狭いところに入らされて、メインバッテリーからの太い線を入れる穴を開けています。いけた。体ごと入ることはねえんじゃけど手だけ入りゃ上の方に据えだったら22スケアの電線を使いました。プラス線には100アンペアのヒューズ。ソーラーパネルを最後に接続して完成。タイヤがつきました。ソーラーのエンジケーターと電源が入ってたんだねなんでピーピー言うんかな思うたらこっちにしとったらさっきのリモコンでつくのか。モーター系の電動工具もバッチリ動きます。後に屋外でバーベキューした時に業務用のスポットクーラーを動かしてみました。エンジンかけずに3時間ぐらいは動きましたよ。周波数の切り替えが私の 2000W インバーターでは動きもしなかったので、さすがの 4000W です。後にバンドで棚板に縛り付けました。燃料さえ入れておけば停電時でも避難所になりますね。